今回もドラクエスマグロやっていきたいと思います。ということで本日はですね、最新版の周回場所まとめということで、現在ですね、冒険の方5章のハードまで全てクリアしました。で、ノーマルだけ、ミッションというかこの星ですね。これは星全部コンプリートになったという形となります。で、この、ハードまで終わりまして、なかなかちょっと落ちないでクリアしろとかそういうものがあるんですけど、結構その辺できつかったりするので、その辺はね、レベルが上がっていくにつれて、攻略またしていければいいのかなという形となっています。なので、このハードまでの状況の中で、どの場所の周回がいいのか、そうですね、結構ハードって大変なんですけれども、ノーマルだとね、なかなか出なかったりするんですが、ハードの方だとね、ポンって出たりする時もあれば、スタミナガン積みしてね、こうがっつり使っても出ない時もあって、なかなかちょっと確率どうなってんのかなと思うところがあるんですけど、一応ね、順番に見ていきたいと思います。まずはですね、第1章から見ていきたいと思うんですけれども、ハードのステージですね。ハード。このですね、ステージの5と6、5と6ですね。5から始まるんですけれども、ライムスライムが登場します。このライムスライムは最初からアロー強化のボミエを所持している形となります。魔法使い系ですね。そこにつけるとさらに能力が上がるというものとなっています。この40の枠ってつけるかつけないかというと結構使う時が来ると思います。現状ですね、自分のこのパーティーなんですけれども、あれ待って。なんですけど、今86、84、20という形でつけてるんですが、おそらくこの漢字がね、この20の部分に、ああいう40とか50とか60とかが入ってくる形になると思うんですよ。そういう時に、ああいう最初から何々っていうものを所持していると、結構ストーリーとか、またクエストで使えるのかなという形となります。なので、この5と6のところで入手ができる、ライムスライムですね。これ意外とね、入手すると、攻撃魔力も50に上がったりするので、結構重要なね、メモリーになってくるのかなという形となります。続いてはですね、ドラキーマなんですけれども、ドラキーマに関してはステージ7となります。で、一応ね、ライムスライムとかドラキーマも、こっちで出るんですけれど、やっぱりハードの方が出現率は高めなのかなという形ですね。17とかなので、頑張ってちょっとレベル上げてもらってね、こういう周回をする前に全てのストーリーを終わらせたりする方のが先かなと思うので、なかなか始めるのは難しいと思うんですけれども、一応ステージ7で出現します。で、このメモリはですね、はやぶさの剣と相性がいいものになっています。はやぶさの剣は、風属性の物理ダメージを与えるということなので、ドラキーマに関しては風属性の威力を上げてくれるメモリになっています。そのためですね、先ほどのね、3つ目の枠ですね、ゴーレムとかああいう枠のところの、ドラキーマ版ということで、このね、能力が上がるのは結構いいんじゃないかなと思います。ここがステージ7から始まるんですけども、これかなと。続いて、第2章ですね。第2章もハードで見ていくんですけど、一応ノーマルの方もありますので、ちょっとそっちもね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずミニデーモンなんですが、これは13ですね。ここの部分がいいかと思います。魔法使いと僧侶の受けるダメージは 100% になってしまうんですけれども、戦士はそのルールに縛られない形となっています。そのためね、戦士で動いていくといいのかなって形となります。で、これはですね、ミニデーモンのメモリー、ソードの強化癒し、これはですね、本当に重要です。で、ここは13で出てきますので、ミニデーモン獲得してください。なかなかね、出てこなかったりするんですけども。で、ノーマルの方では13、14、16、17、18という形で出てきます。あまりノーマルよりもね、ハードの方が周回には向いてるんじゃないかなと思っております。スタミナはね、ちょっと有限なので、このゲーム1日のスタミナ量が。で、回復もね、結構長いんですよね。だからね、本当はノーマルとかを周回するよりも、やっぱハードとかで周回した方の方が多分いいんじゃないかなとは個人的に思います。最初ノーマルでやってたんですけど、
やっぱりハードかなというところとなってますね。続いて、ハードのですね、ステージ7なんですけれども、スマイルロックです。スマイルロックは土属性のダメージがプラス 5% されまして、これは砂塵の槍と相性がいいものとなっています。この40もゴーレムとかそういうものと一緒ですね。そこの枠にはめていきたい。30、40、50あたりの部分っていうのは結構その3枠目の部分のメモリのね、とこで重要になってくるのかなっていうコストのラインになってるかと思います。続いて、第3章ですね。第3章に関してはステージの9から始まります。杖とブーメランがマイナス50されてしまうんですけども、個人的に気に入っている爪の装備のね、部分はルールに縛られていないところということで、9からはですね、ベホエムスライムですね。魔力の暴走率がプラス 3% されます。ライムスライムもいいんですけど、こちらの暴走率を取るというパターンもあるかと思います。コスト50なので、40からプラス10される形なんですけれども、この魔力の暴走率 3%、一発一発が呪文を放っていくので、意外とこの 3% の上昇というのは、多段でね、どんどん攻撃する上では結構重要なんじゃないかなというふうに思っています。で、続いて10ですね。10の方でもベホイムスライムが出てきます。9と10あたりがいいかなと。8まではちょっと出ないので、9から出る形となります。続いて、マミーですね。マミーはステージの13。で、これはですね、スパイク強化のボミエ所持してるんですけど、これはどっちでもいいかなと思います。多分最初にベホイムスライムの方取ってもらって、何もやるのなかったらマミー取るといいかなって形ですね。あんまスパイク強化のやつって取ってないんで、あるといいかなぐらいで見とくといいかなと思います。続いて、第4章ですね。第4章もハードからちょっと見ていきたいと思うんですけれども、4ですね。ステージの4。1つ目ピエロとなります。これはね、選手の受けるダメージとかがちょっと 100% って形になってるんですけど、選手の耐久値であれば、なんとかいけるのかなと。で、一応ね、1つ目ピエロのメモリはね、1個入手できているので、このステージ4という低めのね、ステージでね、周回はできるんで、やってみるといいんじゃないかなと思います。ノーマルの方からだと4ですね。これも4から始まって、4、6、8、9、11ですね。で、1つ目ピエロが出現します。で、続いてはですね、ステージのハード12ですね。こちら、ビッグハンマー。これがですね、ボールの癒しがついております。いやね、強化のソードとこの癒しがね、両方つけたらね、かなりいいんじゃないかなと思うんですけれども、なかなかこちらもね、出現しないんですが、一応ね、1匹出てきましたので、そちらこれちょっとね、後で1回やろうかなと思うんですけれども、ビッグハンマーということで出てきます。通常のステージも、とりあえず12から始まります。12。続いて14。次が15ですね。15、18。で、最後に19という形でビッグハンマーが出現します。最後はですね、第5章なんですけども、これもね、なかなかいいものがありまして、ステージ6ですね。ステージ6の方で、亡者の人玉が出現します。全体的に能力が上がるっていうのもそうなんですけど、麻痺耐性っていうのがあって、今後どういう形なのかわかんないんですけど、麻痺耐性ってね、結構邪魔な部分なんで、たかが 5% かもしんないんですけども、あってもいいのかなということでね。コスト70ということで、バック的にはちょっと難しいので、いつつけるかわかんないんですけども、こういうものが後ほど、ね、覚醒とか、いろいろある可能性もあったりするので、バカにできない一つなんじゃないかなと踏んでおります。ステージの方はですね、普通のノーマルの方では6から始まりまして、6じゃない、4からか。いいんだよね、6からだよな。6から始まりまして、6、7、9、10で飛んで12ということで出現します。で、続いてはですね、ハードステージの14から
なんですけれども、こちら、レモンスライム。これはつぶての毒が入っているということで、HP とかもかなり上がる状況となっております。コスト80なんでね、なかなか強いんですけれども、これもね、出現します。ちょっとね、48ということで、自分もね、このダメージ200受けずにっていうのはね、ちょっと無理だったんですけども、周回する上ではこの14からなので、ここまでは進めないといけないって形となります。ノーマルの方では、14、15、16、17、このステージで出現ができます。出現してきます。はい。ということで今回はですね、おすすめ周回場所ということで、とりあえずハードのね、ストーリーの方も全て終わりましたので、このタイミングでまたちょっと一回まとめてみたんですけれども、やっぱりなかなかレア枠は入手するの大変ですので、皆さんね、ちょっと大変だと思うんですけれども、ラッキーを狙ってね、運いい方はね、パパッと出る方もいると思うんですけども、そのね、恩恵をちょっともらえるように、自分の方にもちょっと来い来い来いと願ってね、やっていくといいかなと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回のドラクエ動画でお会いしましょう。それでは失礼いたします。またね。バイバイ。